あなたにはこの謎が解けますか？この保険証は本来存在するはずのない保険証です。遊戯王で言えばシークレットレアクラス、ホームレスアイドル。エグエンのエグはエグイのエグ、ホームレスアイドルエグエンです。今回は私のホームレス時代のかつての保険証、現在のじゃありませんよが存在しないデータを持つ国民健康保険証だったということについて謎を解き明かしていこうと思います。これドンキホーテで売ってたんですけど、結構重いココナッツ、で解説していこうと思うんですけれども、よいしょ。でも今までのエグエンのドキュメンタリー系の動画を熱心に見てくださった方なら、実は考えれば答えが分かってしまうかもしれません。なぜ特殊な保険証だったのか、存在し得ない保険証だったのかということですね。ヒントはホームレスをしていた時に、家がない時に保険証を取ろうとしてやってみたら取れてしまった。今カチッといった。プレスインサート、わかったぞ。もちろんその謎の保険証というのはストーカーをしていた家族とかとは全く関係なく、でそこから取り戻したとかそういうわけでもなく、安全に確実な方法で国民健康保険証を取得できました。何この味。ココナッツってこういう味なんだ。トウモロコシを飲んでるみたい。ではこの謎解き、特にヒントとなる動画をコメント欄の固定にちょっと何本か貼っておきますので、ちょっと日本以外の方には分かりにくいかもしれないんですけれども、もし推理を楽しんでみたい方はちょっとここで一旦動画を止めてやってみてください。レッツシャーロックホームズ。では解説していきます。ズバリ答えを言ってしまうと、ホームレスをしていた時に取得できたのは生活保護を受けていて、なおかつ家がない人用の施設の住所の保険証だったということです。日本では生活保護を受けている人は健康保険に入れないのがルールだからです。だから生活保護受給者しかいない住所の保険証というのは本来ありえません。なんでそれを取得するに至ったかといういきさつを説明しますね。私は保護されてすぐは保護対象としてシェルターにかくまってもらっていました。身分証も一切持ってなかったし、着替えとかもほとんどなかったから貸してもらってました。シェルターは入所者にすら住所を教えない秘密の施設ですので、当然住民票を置いたりはできません。避難してきた入所者の人生を進めるということよりも、まず安全が優先されます。だから保護されている間は住民登録している住所というのは逃げてきた家にずっと置いておくしかないんですね。実際そのシェルターに入る時の書面にも当分住所は移せませんという旨が書いてありました。シェルターには住民票を置くことができませんし、そうなると当然そこで保険証を作ることもできません。今でも私はシェルターがいくつか点々としましたけど、どこにあったのかという位置は分かっていません。目隠しをされた車の後部座席に乗ってガーッと運ばれましたから。しかし私はシェルターを転々とした後、最後の施設だけは住民票を置くことが可能だったんです。私は福祉から保護対象という扱いを外されてしまいました。悪質な DV する家族がストーカーしてくるから助けてとお願いしたはずが、自立支援か何かにすり替えられてしまったんですね。最後にいたところは生活保護者用の、一応秘密の施設なんですけれども、シェルターではなかったんです。だからそこに住民票を移して役所に支援措置をかけてもらってということが可能でした。
ですが、その住民票を置かせてもらった施設からは、私は、パワハラに耐えかねてとかいろいろな事情があって、夜中に脱走してしまったので、そこにいた期間は本当に短期間だったので、居住の実態はすぐにおしまいになってしまったんですけれども、でも、その後ホームレスになっても、住民票はそこに残ったままでした。住民票が残ったままっていうことは、住民としてそこに登録されているということなので、役所に直に行けば保険証を取得することができるんです。もちろん郵送で受け取るわけにはいきませんから、窓口に直接行ってお願いします、ください。すぐに病院行きたいんですっていうふうにお願いしたんですけれども、実際に病院に行く必要があったからそうしたわけなので、決して嘘はついていませんよ。ここのところは居住の実態がないのに保険証を取るのどうなのとか、厳密にルール的にどうなのって思われるかもしれませんけど、生きるために必死だったので許してください。もう住所も保険証も変わってますから、あくまでガチでホームレスをしていて病院に行く必要があって、急遽やったことです。まとめると、身分証を全部なくしても、戸籍さえあれば日本ではなんとかなる。役所の窓口で相当大変なことになりますけどね。というわけで、ホームレスアイドルグエンでした。チャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。またねー。